自分がしたい仕事をさ、やっぱり徹底するってことよ。作り方分かってても作れないんですよ。やっぱり女には勝てないなって思うんで、それをいろいろ勉強して増やしていく作業ですかね。僕はまだ7の時かな、陳建民先生のね店なんですけど、四川飯店でいいんですけどね、入ってそこからスタートして、で結局三宮5年、あと徳島5年とかで、淡路で19年だったかな、リゾートホテルでいろんなとこ行きましたよ。51、2年なのかな、もう17ぐらいからやってるから何もできませんけどとりあえずはバカでも50年したら多少はうまいもんもあるでしょうまあ、いつかおぼろげに父親と店はしたいなっていう話をずっとしてたんで、そこはやっぱり家族でみんなで団結してできてよかったと思ってます。何食べても美味しいと思う。やっぱ麻婆豆腐本格的ですよね。お肉がすごいこうしっかりした食感ですごい美味しいです。見てよかったです。担々麺出ます。はいよ、失礼します。ほら偉いよ。白血病だよもう一瞬はあになりましたけどね。病院でね、もう3ヶ月目ぐらいかな、もう大変やなと思いました。どっちも70キロ72キロあったんですよ。それが20キロぐらいやってましたね。まあその時はもうダメだなと思いつつね。昨日まで働いてたのに次の日もう入院でもうどうしようってなったんですよ。なんか人生終わったと思ったんですよ。なんか一瞬でバーンと介護とかなんかいろいろこうショックのあれがすごすぎて、昨日まで一緒に仕事してたのにお父さん死んじゃうのみたいな。やっとなんか店としてやっていけるかなって思った瞬間になんかもう白血病ですって言われて、で即入院で、だから本当どうしましょうって感じだったんですけど。やっぱりね、波乱万丈ですわ。卵ありますよ。
これが鶏ミンチと豚ミンチです。このね、鶏ガラと豚ミンチとこのチーフンってあるんです。軽く補うというのかな。それにあとこのネギ生姜ですね。それと一緒にだからまあこういう仕込みかけるときにね、豚バラとかそういうの入れて一緒に煮込みます。そしたら味が出るじゃないですか。ずっとホテルに29年おりましたね。大和リゾート。今はもう変わっちゃったけどね。だから62の時かな。ちょうど俺30年で決めてたんですよ。そのホテルにいるのがね。だからもうやめて、そしたらなんか頭がボケてきてな。それから何か残してやろうか思う。だから今ちょうど6年目ぐらいかな、7年かね。なかなか食っていくのがやっとだけどさ。でも楽しくやってますわ。干しエビをね、みじん切りにしてするんです。中国のね、ナッパですね。ヤーツァイ、芽。それにあとこれ生姜、にんにく、サージャン、これが干しエビで、これが芽のナッパヤーツァイで、これが生姜、にんにく、あと肉ミンチの炒め物ですね。これこれはね、じゃがいもを今揚げてね、でこれで絡めるんですよ。それなんだけど今こうなんていうんですか、温度が量が多いからやっぱり負けちゃうんですよね、この火力が。それをちょっとこう補ってるっていうかな。その間にこれをちょっと炒めます。でこれが2度揚げ。
椒油です。これ山椒油。これちょっと入れ替えてますけどね。はい。これはもうご自身でそうです。自家製ですか。作ってます。酢が入ります。よいしょ。千系列の料理っていうのは、まあ麻婆豆腐でもそうなんですけど、やっぱりこっちの調味料は少ないですよね。逆にこう豆板醤とか豆豉とか、やっぱりこの赤いやつ黒いやつ、やっぱりいろいろ入れるんですけどね。いやなんかじゃあこれ 5g5g5g とかって教え方じゃないんで、どうしてもこの感覚でそのエビの状態でも変わりますし、野菜の状態でも変わりますし、本当に同じもの作って同じ味作っても別のものになっちゃうんで、それはもういやーって感じですね。前菜の蒸し鶏ベースに使ってるんですけど、まあ、よだれ鶏であったりバンバンジー、あとまあネギ生姜ソースとか冷麺の今添えに使ったり、毎日仕込んでるんで小漬けにつけさせてもらったりしてますね。とりあえず内臓を洗ってまたスープに取るときに一緒に使いますね。もう最後までうまみを取ってあげようかなと。で血合いがあるんで、本当はこういうちょっと蒸したら食べれるとことかまかないしたりするんですけど、もう今日はもうこのまま冷凍します。これはだから主に麻婆豆腐だとかね、やっぱり春雨の麻婆春雨とかね、酒、醤油、で最後に甜麺醤入れます。甘味噌。これが油が透き通ってくるわけね。だいぶ透き通ってきたでしょ。ただ要するに肉に味が入ってるってことだよね。で出来上がりです。こんな感じで。こんな感じ。ありがとうございます。
少し甘めの、ね、そうですしっかりしてますね。やっぱり肉に染み込んでて。そうですうん。これが揚げる小麦粉とか、まあ片栗とか卵とかね、肉にだからコーティングをするっていうかな。直にしたらやっぱり硬くなるじゃないですか。これもね、だからこのエビをこう塩と片栗でまず洗って、これもエビにコーティングする。よく混ぜてから卵白です。卵白いきますよ。これもコーティングしたんですね。今のは白しめ油です。普通の油ですけどね、なじませるっていうかな。エビの周りにきれいにコーティングしてあるでしょ。お願いします。ニンニク生姜、これが赤ラー油。これもだからラー油でも辛いラー油と辛くないラー油とかね、いろいろ色が出るんですね。これは辛いラー油ですいや、これは辛くないです。で、これはごま油。ごま油っていうのはね、油の中でも水分を一番飛ばすんです。だから大体味がこうしっかり入っていたり決まってる時は大体色が大体ピッとしっかり出ますよね。今日の小鉢のおつけですね。
でるとどうなるんですか？出し方が間違えた。はい、お電話ありがとうございます。前見てる病気したらパワーがなくなっちゃってさ、もう前だったらこんな一発で持ってるじゃないけど、やっぱりでも1年半ぐらいかな、こうやってここむじゃないですか、起き上がれないんですよ、しんどんで。今まだこううっと起き上がれるようになりましたけどね、それだけ言われましたね。ちょうど3年目ぐらいですかね、65、6の時かな、もうほんと立ち上がれなくなっちゃってさたまたまクリニックの先生がよう食事来てくれたんですよ。その時に「先生今こんな感じなんですわ」っつったら「明日来い」ってで医者行って血鎮してもらって、次の日に行ったら「もう顔見るなり白血病だよ」ってもう一瞬「はあ」になりましたけどね。潰したら死ぬなと思ったんですよ、父親が。昨日まで一緒に仕事してたのに「え、お父さん死んじゃうの？」みたいな。落ち込んでも仕方ないんで家族で話し合ってもう覚悟して。本当に死ぬかもしれないっていう感じだったので、できる限りは父親の方を優先して、できる限りまた店を頑張ろうって感じで、全部長男が頑張ってくれて、で思ったよりも早く退院できたので、そこからはもう自宅療養で、最初はどうかなと思ったんですよ、正直。こんな状態で仕事なんかできるのかなって思ったんですけど、でも仕事に入ってから本当にすぐ元気になってくれて、やっぱり仕事が一番だったのかなと。ニンニクの苗なんですよ。これは麻婆豆腐とかね、だからこれなかなかねみんなよう使うんですよ。香りがいいんですよね、これ。香りが。この端に切るとね、やっぱり香りがやっぱり出方が違うんですよね。甘酒ですわ。だからこれも作ってね、この砂糖の甘みを補うっていうんだな。自然の甘みを入れる。合わせだれってないから結局ここでね、この順に行くわけなんですよ。もしあれだったら塩をいってこういって砂糖いったりいって、でこれで醤油いくでしょ、で酢いくでしょ、でこれとか全部だからこう回るようにうまいことできてるんですね。これ何入れるのって言われても自分でもわからん時あります。でも不思議なもんで料理見て味付け聞いたら大体この通りになるんですよね。
元はだからラードなんですけど、ごま味噌です。金ごまをねひいて、ごま油と白しめ油でこう混ぜてるわけです。でこれがこう入るんです。風味が全然違います。あとこれがラー油。ラー油。ラー油。やっぱりね、全部油とか作るんです。そう。でもそうやとやっぱ美味しいないよね。よいしょ。ちょっと少ないですね。ちょっとだけナンプラー入れてます。コースの前菜のこれでイカあえたりとか、何でも何でも使えますね。そんなに辛いお味じゃないんで。
炒め。パームオイル炒め。枯れてますけどね。
すいません、エビチリが粒2つかかってます。スープ入れます。とりあえず1名様。はい、1書いてある。お願いします。あと黒酢ガリと麻婆マヨです。はい、黒酢1、1出ます。はい、黒酢の酢豚が1つ、はい、冷麺2つください。失礼いたします。黒酢の酢豚のランチのお客様。こちらから失礼いたします。美味しいよ。
黒酢からよいしょ。スープとご飯お願いします。失礼いたします。黒酢の酢豚のランチのお客様、こちらから失礼いたします。影じゃないとき食べろ。深海で遊ぶしね。大丸の中の。はい、新規オーダー麻婆と黒酢の酢豚です。黒酢のお客様、ご飯少なめでお願いします。ほな麻婆黒酢お願いします。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はこちらから。これこの本で。はい。冷麺です。はい、お願いします。シャ冷麺でございます。お好みでパクチーやガーリックフライ乗せてお召し上がり。はい。私は2度目です。私初めて。こんな美味しいと思う。美味しい。あ、いらっしゃいませ。どうも。これもね、よく煮込まんと美味しくないんですよ。もう水分剥がさなあかんわけね、豆腐の。だから10丁とか20丁とか作る時あるんですよ。この店になってからまあこんな一個一個やってるけどね、かえって大変。でもやっぱりこうやって一個一個作っとったらお客さんに通じる。俺はそう思ってやってんだけどね。めんどくさいけど、めんどくさい言ったら怒られるけど、自分らがそう教えてもらったからさ、やっぱりこう残したいじゃないですか、少しでもね。それはまずいのもあるし、いろいろもあるけどね、まあそれはしょうがない。でも一生懸命やっとったらね、いいこともありますよ。俺はいつもそう思ってやってんだけどどうぞ。こちらから失礼いたします。麻婆豆腐でございます。いらっしゃいませ。今日はランチ3つ。
まだこうちょっと濁ってるの、この色がね、それがもうちょい煮込むと今度ははっきりしてくるから、そこまでがちょっとあれだろうね。まだこのまま別に今のもいいんだけど、ただきれいに混じってないっていうことなんだな。だからよく言うじゃん、食べ行ってさ、美味しそうやなってこう思って帰るじゃん。あ、これ美味しそうやなって、あんな時っていうのはもうきちっと決まってんだよ。だから甘いか、もうなんつう濃いか、そういう、それか美味しいか。ちょっとずつ色が微妙に。で火をね、これはまあポイントっていうのは塩したらあかんんですよ。豆腐やからね。だから中国人なんかもこうやって外してやってますよ。で向こうの豆腐は硬いから。それ2つかな。はいよ。少なめだよな。こちらから失礼いたします。お母さんのおすすめ。サンタではここ美味しいからと中華料理はね。今はもう初めて初めて。初めてです。すごいお肉がすごいこうしっかりした食感ですごい美味しいです。私中華すごい好きなんで嬉しいです。来てよかったです。何食べても美味しいと思う。夜も来たことあるけど美味しかった。夜はどういったメニューが？コース、おまかせディナーコース。やっぱ麻婆豆腐本格的ですよね。はい。島さん後で行くわ。先4名行ってから。後でじっくり。あ、いらっしゃいませ。こんにちは。ありがとうございました。いいよ。ここはいつも空いてる。
タンメンも出ます。OK。小籠包2人前4個です。で、肉とセリ前のお客様、マウントスリーで2個お願いします。はい、眉2つやります。小籠包2人前4個。はいよ。お待たせいたしました。はい、入れます。かけます。はいよ。はいよ。はいよ。小籠包が出ます。はい。はいよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。唐揚げ4個だ。ごめんね。ありがとうございました。ありがとうございます。担々麺出ます。はいよ。失礼します。ただ本当に料理は天才なので、16歳の時にこれを習ったとか言って覚えてるんですよ。舌が全部覚えてるんで、これはこうやって、何か足らんって言ったらこれをやって感じで、舌で全部覚えてるので、すごいんですよ。わかんないですよも。たまに話がわかんないそう、ですわかんない。何言ってんかな。すごすぎて、やっぱり年季が違うのと、やっぱり料理が好きなんでしょうね。なのでもう、コースとか入ったら、あえてメニュー考えてとか、お任せでこういうの受けたけど、ね、メニュー組んでとか、そういうの一切やってもらって、それがまあ生きがいにもなってるんだと思うんですけど、おかげさまで最近は元気です。チャーハンでございます。やっぱりね、波乱万丈ですわ。
でもまあでもいい人と仕事ができてねよかったし、まあ、またね少しでも子供にそれが受け継いでいただいたらね、無理はしてもらいたくないんだけど健康管理が第一ですから。でもやっぱりその中でね自分がやっぱりいろんな料理、まあ、一生懸命勉強してますわ。でもその努力っていうのがすごくあるからやっぱりそれをね今度は自分が発揮できる立場になるっていうかね、そうなってほしいなっていうのが一番の願望ですけどね。自分がねあと何年かした時にふとね、ああこういうことを親父が言ってたなって思ってくれたらそれでいいです本当にまあ嫁に関してから言うとやっぱり洗濯したり掃除したりだから自分ができることは家庭でもやるんですけどね、本当朝から晩まで大変だと思います。本当に僕がこんなになってしまうとね。でもやっぱりいなかったら死んでます。いやいやでもね本当感謝ですよ。まあ、本人の前では言いませんけど本当そんなんです。まあそんな年になりました。どうもありがとうございます。本当に。